店がいっぱいあるな。ここは夜バーとかへえ、すごいね。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。へえ、にゃお。新シュラン。この感じでミシュランなんや。おすすめが今ちょっと注文したんですけど、紅烧肉って昨日も出た角煮、醤油角煮みたいな。ああ、はいはい。现在我已经红烧就写了，第三个、第四个什么菜？ここに置いたらいける。红烧肉。ビール飲みますか？紹興酒。あ、じゃあビール。你们要谢谢。今日も見たやつや。スーパー入ろうぞ、スーパー。急にちょっとセクシー姉さんが。これ何ですかこれ？ココナッツミルク。あ、でも有名人じゃないこの人。ずっとこの写真です。ああ、そうもうこの人といえばもうこれみたいな。あー、こっちに鶴瓶さんみたいなこと。麦茶は麦茶の鶴瓶さんやな。みたいなことですね。うん、ハムの別所哲也さんやな。全部変わらなくてパッケージがずっとこの人なんやろ？そうです。でこれ何年っていうところだけ変わります。ああ、そういうことね。このココナッツミルクのこのお姉さんはここの社長が選んでるんですよ、自分で。だからもちろんそのスタイルとかも全部見てこの人じゃないとダメなんですって全員。だからすっごい有名人とか名だたる人たちの中でこの人が選ばれた。乾杯。どんな賞？そのクイズをさ考えててんけど、もう一回クイズ出して一応。はい。じゃあそのクイズがどうして全国的に有名なのかまず背景を説明してもいいですか？はいはいはい。中国ではお笑いの大御所でさんまさんみたいな人がいて、その人は、中国の年越し番組、日本の紅白みたいなのが中国では春節の夕べっていう番組があって、毎年億単位の人が見てる番組で、そこのコントの中でそのネタを仕込んだので全国的に広がりました。そういうことね。なのでその謎々を出して突っ込まれたので、謎々自体は答えが分かってもそんなの理屈通らないかじゃないかっていうことになっちゃうんですけど、でもそれで広がったので。そういうことか。はい、結構真面目に考えすぎたな。いやなんか、はい、いやもともと冷蔵庫になんて象は入らないやんか。そうです。ってことはなんかそういうなんかトンチってわかる？謎々みたいな、そのなんかそういうからくりかみたいな、みたいなのがあんのかなって思ってんけど、必ずしもそうではないってことか。で、力夫は何やったっけ？僕はでも何手順なんですよ。僕最初の頃は2手順。はい。その普通に言葉遊びじゃないと思ったから、そう開けて入れて2手順。すっごい惜しいです。惜しいんや。すっごい惜しい。ちなみに徳井さん何でしたっけ？俺は象は大きいから、その冷蔵庫に無理やり入れようと思っても動かないから、象に勝手に入らせるために部屋を熱くする。で冷蔵庫を開ける。ほな象が入る。2手順。熱くする。じゃあ3手順ってことですか？だからありがとうございます。熱くする、冷蔵庫を開ける。この2手順。ほなあとは象が勝手に入るから。惜しいです。でも本当に思考は合ってる。もっと近いです。もっと近い。だからやっぱなんかシンプル系なんですよ。皆さん知ってるんですか？はい。これ本当中国広いじゃないですか。どうしても地方差出てくるんですけど、これだけをみんな統一してるんです。開けて閉めて鍵閉める。3で合ってます。開けて入れて閉めてで3。なんなんそれ。それで冷蔵庫ドア開けてゾーン入れて冷蔵庫ドア閉めるの3ステップ。
がこれが正解。それは突っ込んでもらうためのはいボケみたいなクイズ、そうです。で、これの続きがあって、じゃあこれ分かりましたよね。じゃあ例えばヘビを冷蔵庫に入れるとしたら何手順必要ですか？同じじゃん、同じ。正解は4ステップ。開ける、開ける、掴む、逃げる、もう一回掴む、入れる、閉める。言います、開ける、ゾを出して入れる、閉める。まあそうか。それで相方にめちゃくちゃ突っ込まれて進む感じ。ああ、そういう感じね。ちょっと食べていいかな。だいぶ待ちましたね。ムカつかせてごめんなさい。ああ、うまそう。你要什么？ミシュランやもんな。ゆえ一押しですものね。一押しですね。僕おいしい。油肉食べれないです。あ、そうなんですか。脂身のところ食べれない。あでもここは唯一食べれる。うん。うわ、麻婆。有什么意思啊？これタチウオ。タチウオの唐揚げみたいな。ここら辺は観光客の方が普通に来るんですか？結構穴場？いや、観光客も結構その中国のグルナビ見てここ来たりしてます。へえ。中国のグルナビ。这是炒的什么鱿鱼吗？鱿鱼啊，墨鱼。スミイカなの？この野菜は？セロリ。セロリ。あ、セロリなんや。なんか東京と大阪ってちょっとこうライバルっぽい感じ。まあ東京の人はあんま思ってないけど、大阪の人は東京には負けたくないみたいなあるけど、なんかあるんですか？北京と上海ととか。ありますね。めちゃくちゃありますね。あ、めちゃくちゃあるんや。バチですよ。バチバチ。なんとなく中国の中で北京と上海が割とワンツートップみたいな。そうですね。ワンツーですね。あ、じゃあほんならもうほんまに東京と大阪みたいな感じで、はい。北京と上海ははい。どっちもこっちの方がすごいと思ってるみたいな。はい。全然譲らないです。ねそうなんや。どちらもいいところがある。はい。まあ、北京の人は必殺技としてはまあ首都やからみたいな。ああ、やっぱそういうのあんねんな。帝都って呼ばれてます。皇帝の帝都うんみたいな。でこっちはマトって呼ばれてる。マト。魔女の魔に都。北京の方がこう真面目って感じ。そうです。ああ、やっぱそうなんや。北京大学がトップなんでしたっけ？そうですね。北京大清華大がツートップで、東大京大みたいな。じゃあそういう学問では北京の方が上だみたいな。はい。でも上海もいい大学があるんですよ。へーだからまあ上海の人はいやそんな北京行ってもみたいな。ああ。じゃあ上海の人の方がモテるみたいなことあるんですか？ちょっとこうハイセンスだみたいな。あ、でもなんかまあおしゃれ。慶応大の人が好きなのと東大の人が好きの感覚が違います。はい。セロリ食べよう。はい、ありがとうございます。香り強いね。うん、うまっ。うん。これが本場のチャーハンか。朝ホテルのビュッフェに白米がなくてチャーハンしかなかったんですけど、中国の人は朝もチャーハンなんですか？いや、白米も食べました。そうか。でもおかゆなんじゃないの？おかゆ、おかゆ、はい、おかゆも結構メインに食べます。上海のセロリこんな感じなんです。あ、そうなんや。
それこそ屋台みたいなとこのおかゆとか、なんか外食で朝ごはん食べるみたいなのもう多いですね。あ、やっぱそうなんですか。はい、多いです、多いです。肉まん買ったりとか。あ、確かに俺朝散歩したんですけども、なんかめっちゃ露店で取ってる人いました。美味しい。あ、麻婆豆腐かと思ったら違うんや。なんか牛？貝？あ、貝や。你那肉视频啊，咱们在录视频啊。中国で一番有名なグルメ番組が「舌尖上的中国」、舌の上の中国って言ったら、下で中国のグルメを食べるっていう舌の上の中国で、それ撮ってるんですかっていうふうに聞かれて、違いますよって言ったら、前回そのチームがうちを取ろうって申請してきたけど面倒くさいから断ってます。確かにこの角煮の油全然油っぽくないですね。青椒的いい感は何？どういうなんでアナウンサーになったの？私もその日本が大好きなので、日本語に携わるお仕事がしたいってずっと思ってまして、でそうなるとやはりアナウンサーになった方がいろんな方法で日本の方と交流して中国のことも伝えられますし、って思って、学生時代にそう思って。はい、そうです。リュウエもほぼ同じ。そうなんですよ。どうしてお笑い芸人になろうと思ったんですか？なんでやろうな。運命。いやでも運命っていうかもうそれしかなかったの。聞いてる？ああやないねん。これ本場のツッコミ。こんな本場のツッコミじゃないから。そもそもその日本語になんか携わる仕事しようと思ったそもそもは何なの？なんか見たの？そもそもは小さい時に両親の仕事の関係で一緒に日本行って、そうか小学校の時に行ってたよね。2年間にすごく優しくされて、日あー本の方々そういうに、だからなんか大好きになって両国の人たちのあれもちょっとね、もし近づけたらっていういい志やな、ほんまに。リュウヤも両親のお仕事でここは行ったんですよね。父の大学関係で、それで日本に行って、どこの大学行ってたんですか、日本で？京都でした。交換留学で1年間だけ京都でした。なんていうところ？京都大学。マジか。交換留学生なんで、すごく受け入れやすく、いや、とはいえでしょ。いやいやいや、ね、誰でも行けるわけじゃないしね。中国のさ、そういうゾンビとかホラーってどんな感じなんですか？中国系のですか？中国ホラーみたいな。中国ホラーはキョンシーとか、キョンシー、古いお屋敷の中から何かが出てくるとか、中国式恐怖っていうもう赤いチャイナドレスの女性とかそういう感じで。現代風のホラーみたいなのはないの？現代風ホラーって言ったらなんかそっちあるんだ。中国だけ？但是我觉得好像都是像什么多少多少宅什么什么十几号。確かに。ホラー全般。現代系はそう。現代系多分日本とはそんな変わんない。ああ、そうなんや。普通に。ホラーはそこまで多分ちょっと人気って言ったらそこまで見る人ちょっと少なめになってくるので、全体の数も少ないです。なんか日本やったら、まあちょっと前からリングとか、ああいう。すごく有名ですね、このリング。こっちでも有名。なんかああいうのって割とこう現代ホラーとして一個一個のジャンルとしてすごい人気あるけど、中国はそこまでそんなに現代ホラーがめっちゃ人気とかってわけでもないんや。そうなんやな。お化けっていうのはどういう中国の中ではどういうものとなってんの？なんかそれぞれ国によってあるじゃないですか、お化け。なんか欧米やったらなんか洋館にドレス着た人出るとか、日本やったら本当になんか白装束でなんか長い髪の毛の女性とか。中国どうだろう。もうそういう古いお屋敷の
なんか床から出てくるチャイナドレスの女性みたいあ、な。まあ、なんか昔の人っていうかね、昔は、一夫多妻制が多かったですので、もうそのなんか結構いろんな恨みを持って亡くなっていく女性がそこに雇ってるみたいな。やっぱり女性の恨みってね、大体やっぱりどこの国も、でも欧米であんまり聞かへんな、なんか欧米の女性ってなんか強いからかな、なんか日本のなんかこう昔話とかでも女性の恨みでその女性がなんか妖怪になってとかよくあるけど、で似た感じのノリや。ホラー好きですか？ホラーが好きっていうかゾンビが好き。ゾンビですか？ゾンビが好き。ゾンビの魅力って何ですか？ゾンビの魅力はルールがあること。だからゾンビってそうだからそのルールがあるやんか。そのなんか頭を打たないと死なないとか、なんか大体こうゆっくり歩くとか、その考える力がないとか、で別になんか何かに恨みがあってとかではなくて、単純になんか感染してゾンビになるみたいな大体一定のルールがあって、その中でいろんな作品でじゃあ自分の作品はこのルールの中でちょっと違うところちょっとひねったことをしようかと。速く走るゾンビだうちの映画は、なんか考えることのできるゾンビだとか、いろいろこう各作品で個性があるから楽しい。なんかネタ考えてるみたい。そういう角度なんですね。だから斬新なゾンビとか見るとおおみたいな、それがあったかみたいなのがある。イノベーションがあるってこと。そう、イノベーションがある。僕お化けがすごい苦手なんですよ。でもある話を聞いた後に、一気にもう苦手じゃなくなりました。克服できました。中国のその少数民族などチベット族っていう、民族がいるんですけど、そこの方の人たちは亡くなられた後に天葬、天に葬るとか、天葬っていう儀式をやるんですね。だからその普通の人は土の中に埋めるとかなんですけど、そこの方々は天葬って言って人を天に返すんですよ。でごめんなさい、食事中に本当ごめんなさい。そのワシ、鷹とかがやっぱそう亡くなった人を食べる。最後に全部空になって、だから全部自然に帰って天に帰ったっていう。長葬とも言いますよね、それね。で僕旅行に行った時にガイドさんもお化けがすごい怖かった、そこのエリアで変装をする山っていうのがあったんですよね、だからその誰かが亡くなって親族が亡くなって一緒に行くとか、なんかそこを一人でなんか通るってなると怖かったんですよ、お化けに会うかもしれないから、でその方がある日自分のおばあちゃんが亡くなってしまったと、でそこで同じ儀式をやって、終わりましたと。でその人はおばあちゃん子だったんですよ。だからそれ以来その人はその山がすごい大好きになってよくうろうろするようになったっていう話なんですね。でその理由としてはもう一度おばあちゃんに会いたい、だからその亡くなる前に話したかったこともいっぱいあるし、言えなかった言葉がいっぱいあると、だからお化けでもいいからおばあちゃんに会いたい、だからそれ以来その人はその一番嫌がってた場所はその人にとっては一番好むというか、一番大好きなおばあちゃんがいるかもしれない場所っていうことだったになりました。だからあなたにとってのお化けはただのお化けかもしれないけど、でもそれは他の人からしたらまた会いたいその愛しい人かもしれないっていう考え方をすると、なんかもうお化けも誰かに会いに来たのかなっていう角度から、なんかもう愛せるというか、そんな怖くなくなったっていう話です。あなたにとってのお化けは誰かの大切な人かもしれない。中国は金縛りというものはあるんですか？あります。よくあります？俺2,3 回あるけど、別になんか多分体疲れてただけって感じ。やっぱあんねんな。それどういう中国ではどういう風にあれは理解されてるんですか？これヤーシェン。これヤーシャン。そう鬼が信じる人とそれを科学的に解釈する人が。なんか
分かれてます。金縛りって鬼が圧力の床うん。だからその床が私たちのベッドっていう。はいはいはい。鬼がこう圧力かけてる感じ。そうっていう言い方なんですよ、単語がそもそも。ほん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 。僕はでもしょっちゅうありますよ。だからその起きたいと思っても起きれない、うんなんかはーってなんか喋っても叫んでも声が出ないみたいな、そういう僕しょっちゅうありますよ。でも俺もその一時ほんまに 2,3 回なんか結構短い期間であったんですけど、多分同じような感じで、こう頭意識的には起きたいなって思ってんだけど、多分眠りから覚めるか覚めへんかの状態やったから、多分頭と体の連動がうまくいってなくって、なんかちょっと、ってなったみたいなことやと思うねんな、俺のやつは。でその鬼の圧の床のやつはどういうふうに理解されてるんですか？日本だとなんか霊現象だみたいな言われ方もするじゃないですか。同じです。あ、一緒なんや。こっちでもなんか鬼にだからそのこう押さえつけられているから、だから幽霊に押さえつけられてるんだよっていう解釈の仕方と、普通になんかただそう疲れてるだけとか、夢から覚めてないだけ、それすらも夢っていう。だって世界中あるよね、でもね。ってなったらやっぱ生理現象というか、まあそうなんかそういうことなのかなとかな。で私は毎回その誰かが来て、てかその金縛りに会う前はもう会うんだっててかもう誰かがもうまた来たよっていう感じで誰かが床に近づいてくるんですよ。でその瞬間にもじゃあもう心の準備してパッてやられて、もうしょうがないみたいなもうやれやみたいな。毎回そうなんですよ。ゴリゴリに引っかかってるやん。だからよう黙ってたね今まで。すごい嫌なんですだから。超怖い。だからその竜兵のそのいい話も聞いて、そういう思考に変えようと思ったけどなかなか難しいこと。そうか。来たなと思ってももうその頃にはもう動けなかったよね。もう来たなって本当に誰かが床に来て、まず私のベッドのここら辺に座ってるっていう感じがして、その後パッてやられるんですよ。やられるって言い方やめてくれる？ちょっと動けなくなるんです。それはいつも同じ人って感じなの？見えないんですけど、なんか分かるんです。だからその本当に人が近づいてきてるっていう感覚分かるじゃないですか。実際の人はね。それに近いです。僕人一回もないよ。ただ動けないっていうだけで。俺も人それちょっと違う種類なんだな。マジのやつと体調の問題のやつがあるのかもね。中国にはあって日本にないようななんか子供の頃の遊びとかあるんですか？チヨコレイトのやつ何やったっけ？グリコとか、じゃんけんして階段登っていくのゲーム。長いゴムを両側の人が持って、真ん中の人がいろんな動作をしてクリアさせて。ゴム跳びやな。それはあるな。それはあるな。それもあるんや。そのグリコはあります？じゃんけんして階段登るやつですよね。あります。5本。そう。それもあります。これはじゃんけんほいほいどっち引くのこっち引くののやつ。ないかもしれないです。ないかも。これはないんか。吃萝卜放屁那个。それないかも。CC レモンね。これです。出て。これもあります。何これ？これためとこうカメハメハのやつとバリアがあって、そうです。じゃんけんみたいなもんです。これはため、でこれの時このためてる時に相手にこれやられたら負け。でバリアは止めれる。でこれ同士はアイコみたいな。でもこのカメハメは別に一回ためないといけないんですよ。だからこの途中から心理戦になってくるみたいな。全然知らんねんけど同じ日本人全然知らんねんけどこれジェネレーションギャップなんかな。俺らの時は CC レモンって言ったし、俺らの地域は CC レモン CC レモン CC レモンみたいな。そのリズムだね。私たちは人参食べておならするバリアするっていう。でも動き全く一緒なんや。人参食べるわ。これか。不思議じゃない？確かに。これなんかじゃんけんかぶるのはまあ分かるやん。これかぶるってなんか。確かにそうっすね。なあ。話題投げるのうまいですね。ありがとうございます。さすがです。